体がめてる。体は大気持ち押し寄せて流される。優しく背中を押してくれた君の存在。あなたとの距離が近くなる、そんな感じ。届きますように大好き。あたかい想い引き裂くように拒絶をして遠ざかる後悔の始まり。どうやらここで誰かが料理をしたみたいだな。仙人へのお供え物を作ったのか？使い残しの食材がある。金魚草、ハスの固く、そして豆腐。手間がかかりそうな料理だな。あそこ見てみろよ。なんかノートみたいなのがあるぞ。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないてるな。ここで料理をした人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。この食材は松茸と獣肉。レシピが隣に置いてある。小麦粉が地面に散乱してる。ここで料理をしてたやつはいい加減だな。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど、この料理もしかして仙人へのお供え物か？肉類と小麦粉を使う料理か。あれ？なんか紙が地面に落ちてるぞ。しかも足跡で半分汚れてる。わらわの戦況を通過するとは大したものだ。わらわは龍雲釈風神君。君たち何しにここへ来た？当たり前だ。わらわの仕掛けの術はたとえ紀州や元王帝君であろうとも称賛する。こんな大きな戦況に一人で住んでるのか？しかも大量の仕掛け付きで。まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに？伝説と同じで仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で静寂を求めただけだ。だがその静寂も長くは続かなかった。まあよい。君たち用事は何だ？手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。帝君が暗殺されただと。
なんてことだ。誰がそんな大罪を犯した。このような荒唐無稽な話、到底信じられん。いや、いっそ先にリーユエコを鎮圧してやろうか。後で終戦で。ちょっと待った。リーユエコを鎮圧って何言ってんだよ。リーユエコを全部ぶっ壊す気か。二度と同じ過ちが起こらぬよう、雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。そうだ。だが今帝君が暗殺され、リーユエコーも危うい状況だ。早々に鎮圧しなければ災難が蔓延する恐れがある。わらわは人の苦しみなど見たくない。だから。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当にリーユエコーを鎮圧する気だ。あなたは私たちの提案を受け入れたので、これは契約となります。全部やろう。なあ、鎮圧とかじゃなくてリーユエコーを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか。契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。リーユエコーの人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。だが君たちが契約の名の下でわらわに協力を求めるのなら、わらわも契約を無視することはできぬ。その上君たちは近畿滅却の札を持ってきた。帝君がその新札を作った時、戦力を注ぎ込み人間へと与えたが、今その新札に戦力はほとんど残っていない。ただの制約の証に過ぎない代物だ。さらに君たちの話の真偽を証明するものでもない。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。昨月筑陽神君の将兵もそのためだろう。もういい。速やかに去るがよい。いないな。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。近畿滅却の札？そうか。準備を整えてはきたんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と魔の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の機運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ。ここに来たのは。もうなんだあいつ。全然話を聞いてくれないじゃないか。恥ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、千人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。どうすれば仙人と話ができるか、旅館の女将に聞いてみるか。あら、もう塩様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから、きっと機嫌が良かったんでしょ。あの態度で機嫌がいいのか？そうよ。仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。
言い伝えによると眼神がリーウェイを作った時仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。おかみは物知りだな。お上じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って将様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご法夜叉が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ？あまりミスが出ない料理だな。邪魔しないでくれ。ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないなるほど。オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ。今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。どうしてだ？剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。原因か。いや実はお化けが出たってお客さんが言っててな。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない。最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。特に何も。お前たちも見たんだな。やっぱりお化けがいただろう。一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。仕方ない。一回ゴレットに聞いてみよう。元は大盗人のくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか？そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だからね。えあなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。でもどうやってお化けを説得するんだ？旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで1000年もの間伝わっている高魔院が描かれているわ。そしてこの旅館の周りで完全な高魔院が見える場所を探してみて。ルチャールの兄さんが病気になった。やっと捕まえた。大変だったな。ルチャールの姉さんがお化けだからって怖がらせるのは良くないぞ。
チャールの兄さんが薬を飲んでも話を聞けって。わかった。姉ちゃん、もうお客さんたちをからかったりしないよ。今度はお兄さんが姉ちゃんと遊んでね。もしお兄さん来てくれなかったら姉ちゃんが探しに行くから。なんだ、もうたたったりしないとお化けと約束した？すごいじゃないか。この現象感服したぞ。少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐を作ってやる。手の調子が戻ってきたぞ。よーし。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これはお前の大好物の杏仁豆腐に異国から来た旅人の得意料理。ほら早く。こいつが食べるのに夢中になってるうちに。元王帝君にそんなことがあったとは我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも帝君がいないリーユエなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢はこの事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月李水龍雲の3人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は己に課された責任から逃れはしない。我には属性に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。待ってくれ。最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、姉ちゃんって一体何者なんだ？妖魔退治をするとき、稀に人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。防除旅館が面倒を見てるのか？この旅館のサービス範囲広すぎだろ。やっと戻ってきた。絶運の間はどうだったかな？なるほど。昨月筑陽神君、利水定山神君、龍雲釈風神君、高魔大聖。ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対してリーユエ七世の反応がとても興味深くてね。真犯人が捕まらない限り先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。その上情報を封じようとしている。けど儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世でも噂を止めることはできないだろう。先祖の亡骸？リーユへの通説では元王帝君も仙人だからね。元神は契約の神であり、仙人たちの祖とも呼ばれているんだ。すべての三元五剣仙人は過去にリーユエを守る契約を結んでいるんだよ。そうか。道理でリーユエのことになるとすぐに動いたんだな。その通り。彼らには責任もその資格もある。もしリーユエを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。元神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ七星が隠そうとする？どう考えても疑わしい。あ、そうだよ。オイラたちはあの神に会いに来たんだった。もしリーユエ七星が先祖の亡骸を隠してて誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。七神を訪ねる？それはまたどうして？いい答えだね。いとも簡単にファドゥイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろ？でも今回に限っては
君を助けることができるよ。本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。ああ、面白い。この不極の段階で平静を保っていられるほど最終的に訪れる混乱は激しくなる。この目で決壊する暗流を見るために俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。